皆さん、こんばんは。テレスドンです。ひまわりです。今日は武器です。はーい。着手するまで非常に気が重かった武器です。確かにこのそう、見た感じどう塗ればいいのってそうそう。感じだよね。ただの板でしょ、これ。はい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 。ただの板。で、刃の部品、刃の部分が、刃の部分を赤系で発光させるので、まずその反対側をなんとなく明るく青で塗っていく。今やってるね、これ。あ、今この白くなってるところがお最終的に赤くなるんだわ。赤くするところ。で、まあ、じゃあ、とりあえず反対側明るくしていくか、みたいな感じで始めてんだな、これな。で、この青を乗せてみて、意外と悪くないと思い始める。これすいません、私です。多分、すいません。物理的にはおかしいのかもしれないけども、あんまり気にしない。この明るくなる部分がね。物理的にね。うん本来はそんな光り方しないだろうけど。しないかもしれないけど、まあまあ。とりあえずやらないと話進まないからやってみるかって感じだったな。と、メモはここまでのようだ。いや、この次の段階行かないとね。にまたメそう、モが出てくる。そうだね。なんかこの線をね、また線をいっぱい細く引いて、やってるね。難しすぎだよね、これね。うんパッと見パッと見どうやって塗るのって話だよね。皆さんどうやってんだろうね、これ。だけど完成したやつ見ると別に何の違和感もないから、多分なくなったとは思うんだよね。塗れてるもんね。そうそう、このリンボディビジョンのミニチュアがさ、こういうのばっかりなんだよな。そうなんだ。あれリンボデビジョンのこうって半分機械っていうかロボットの子ばっかりなのかい。多分そうなんじゃないかな。ちょっと SF 系の。だからもしかしたら、思いっきり二次元塗りと相性良かったりするのかもしれないね。やってる人いないけど、結構見栄えするのかなと思うね。なんかその道の人やってみてもらったらちょっと面白い。小さすぎて二次元塗りも難しそうじゃない？いや別に普通に塗るのも二次元もまあ別に変わんないでしょ。大きさ関係ないってこと？顔とかきついかもしれないね。でもちょっとその道の人やってみてほしいな。実はさ、検索してないだけでいたりとかしない？いや、さすがに目に入ってくるでしょ。そうだよね。まずあれだよね、瓦礫で二次元塗りしてる人って瓦礫だってるよね。まあそうだな、瓦礫だね。あんまりいないね。いないよね、気がするよね。そうだね。フィギュアのリペイントだよ、主にね。そうだよね。ドラゴンボールとか、なんか。この青の部分もそうだし、紫色の部分も、なんだかよくわからないよね、これね。一体何でできてんのかとかね、よくわからない。確かに。何なのって話だね。何なのって話だ、これ。ちょっと単調だな、これ。今日は全て4倍速でお送りしてますので、いつもよりはちょっと筆の動きがよくわかるかも。見やすいんじゃないかなとは思うけどね。これよりもあれじゃない？発光とかの部分の方が見栄えいいんじゃない？これはなんかもう分かったわっていう感じだよね。今塗ってるところは。これ一回ストップしてそこまで早送りしてしゃぶり出す。それでもあれじゃあ、とりあえず様子見るか。動画の様子？じゃあ注目タイムね。
この間ね、ス沈ーパ黙タイム短くねースーパーのお勤め品でね、ああそう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 ウルトラマンシリーズステータスグミってね、あってね、そうグ買ってきたんだけどミね、本当にパッケージにウルトラマンのとか怪獣のスペックが書いてあるだけで、中身はただの中にただグミが入ってるだけだったの。ただの本当のコーラ味のグミで、うんなんかシールが入ってるわけでもなく、うんしかも何グラム ?40 グラムでもともと160円ぐらいするんだよこれ。お勤め金だったから80円とかで買ってきたけど、うんシールも何もないのにこれちゃんと買わないよね。書いてるよ、一番下にカードや景品などは入っておりませんって。値段の割にはさ、めちゃくちゃそうせめてこの、はい、値段の割に入ってないっていう。せめてこのスペック書いたカードくらい入っててくれればよかったのにね。そうよね。うんしかもなんか空き袋そうだねがどうしたって話だしね。空き袋保存するような感じでもないねこれね。じゃないね。これは失敗じゃないですかね、これは。だから俺の衝撃的よね。だってこんなの長いでしょ、賞味期限。こんなのいつ製造されたか書いてない。賞味期限はいや、賞味期限は短いから半額になってあある。そっか。作られた製造年月日がわからん。ウルトラマンブレイザーはうん身長47メートルだって。体重が4万2000トンだって。重いな。トンなんだ。すごいね。トン。あ、大きくなった時ってことよね。大きくなったって変身前ってことでしょ。変身前。変身後ってことでしょ。うんそうよ。でも変身後でもうん人間サイズじゃん最初。なんかいきなりあれ？君はなんか大きな感じがしてる。変身したら普通に47メートルになるよ。あれウルトラマン人間サイズの時ってなかったっけ？あるあるあるけど最近ね、ウルトラセブンなんかよくあったけどね。あ、それ昔すぎる、情報が昔すぎるのか。そう、最近人間サイズ出てこないな。あ、もう変身イコールでかいってこと？そうだ。ウルトラセブンは多分もう予算なかったんだと思うんだけど。あ、大きくさせセット作れないから変身はしたけど普通に民家の中とかね。なるほどね。この青い部分なかなか終わらないな。あ、でもこのね、なんか雰囲気あるね。この技術盗みたいね、この線、まあ、じゃあこの動画を参考にぜひ真似してみてください。あと細い筆も必要ですわ。まあ細いっていうか先とかってる筆だよ。地味に明るさ上げてってんの。やっぱり8倍速にするべきだったかな。つまんねえな。いややっぱそのなんかほら埋めようとしちゃってるだけって無言の時間があってはいけないっていうのが無意識的にこう刷り込まれてるだけでさ、気にしなきゃ大丈夫だ。いや、いいのかな。いいんだよいいんだよいいの？いいんだよ。この青ね、青部分はこれ主にファレホの青から使ってんだけど、シタデルの青ってさ、素直な青じゃないよね。わかんないと思うんだよね。本当のザ・青っていうのはファレホの方が揃ってんね。そうなんだと思うの。シタデルの青ってストームキャストの青なんだよね。どうしても青じゃなくてストームキャストがわからない。あれウル
ウォーハンマストームキャストであってたっけ、うん、ウォーハンマーー人気のよく見る人、よく見るでの人。うん、ああ。君ね、よく見るでんっていうのはね我々の間でしか通用しない言葉なんだよ。あ、そう。そうなの？そうな。まあこれはね、実はまあ元はあんだわ、元ネタはあんだけど、昔アルカディアって雑誌あったじゃない。ゲーセンの、あれ今ないんだっけ？今もうないけど、ゲーセンのゲーム専門の雑誌で、はい、それでゲームセンターよく見るでんっていうコーナーがあったの。ああ、そうなんだ。そう、あそこからテレストンが。そう勝手になんかよく見るものをよく見るでんだって言ってんだけど、これ日本で多分一人しかいない。これいまだによく見るでんって言ってる人はそれを知ってるから私がそうそうそう、だけ。やだー。恥ずかしいね。まああのコーナー面白かったんだけど。面白い。私見たことない。なるほどね。そういう言葉いっぱいあるよね。あるね。昔お相撲でさ、うん。無気力相撲ってなんか問題になったじゃん。八百長疑惑。そう、八百長の時の。私、テレストンが作った言葉だとずっと思ってたんだよね、無気力。うん、なんかあったら無気力相撲って言ってたんだよな。そう。てっきりテレストンの言葉だと思ってたら、あるっていうかびっくりしたんだよね。たまにあるよね。たまに騙されるね。うん。騙してるつもりはないんだよね。騙してるつもりはないよ。勝手に勘違いしてる。知ってると思ってて使ってるんだ。うん、そう。無気力相撲ぐらいだっけ？あとね、近代盆栽っていう雑誌あるんだけど、うん、盆栽の雑誌。はい。昔たまに買っててね。はい。それ金盆って略すんだよ。それはもうなんかオフィシャルの略し方なんだけど、はい。それを金盆買いに行こうぜって言ってたら、どうやらそれ俺が考えた言葉だと思ってたらしい。ああ、そういうのね。っていうのは、そしたらその金盆側に来月の金盆はみたいなこと書いてあってっていうのはあったね。テレソンが考えたやつじゃないじゃんってなったってこと？そうそう。滑らんなー。滑ってね、今のは面白くなかったもんね。微妙。金棒は面白くなかったよ。微妙だなーっていう感じだ。金棒は面白くなかった。いつの間にか紫色ですね。まあ、そうやってもね、この紫は前回の帯と同じ、いきなり手のアップだけど。あ、使ってる色はね。うん、使ってる色は同じ。塗り方もなんか同じだな。まあ、ただ、本当、どこ塗ればいいか分かんなくて。わかんないわ、これ。大変だわ。まあ、立てました、これ。ファルコの74番、74系。なんかあったっけ？セットでしか売ってくれない。ああ、74系は何？全部セットじゃないと売ってないやつなの？そう。ああ。要望書出したらパレコに。スペイン語で出さなきゃダメだぜ。あ、パレコって何？スペインなんだ。確かスペイン。翻訳機あるじゃん。まあね。なんでなんだろうね。そんなに使う機会ないとかなのかな。まあ、パッと思いつきそうな理由はそれだけど、だってよく使うぜ。これさ、うん。実際さ、ちょっとへこんでるの？それともへこんでるように見せてるの？へこんでるへこんでる。ああ。うん。これあれなんか明るくなったり暗くなったりしてるの？今。なんかね、このカメラがね、勝手に悪さすんだよ。ああ。そういうことか。うん。これなんと文字を書くんですよね。うん。この後、この後最後の方に。それがメインイベントだ多分ね。多分ね。いやでもどうだろう。こういう案外凹凸のないさ。そうだね。最初のものを青い部分、平坦な青い部分を乗ってるのがメインイベントだったかもしれない。凹凸のないところに色を塗るのを知りたい人いるんじゃないかな。いやでも全く同じ形じゃないと真似できないか。いや、あれ、まあ、この
さモデル塗うんってる人いるでしょ、もちろん。いやいないもん。見たことないもん。世の中でこれブーがブーじゃないテレスの初めて塗ったの？あ、まあその SNS 上。じゃないの？マジで言ってんの？だって Google で検索したらこれの画像しか出てこない。え？俺が塗ったやつしか出てこないよ。えそれとなんかメーカー公式のやつしか出てこないよ。あ、メーカー公式はこの武器どうやって塗ってるの？あ、違う違う。イラスト。あだから、これからこれ塗ろうとしてる人はなんか参考にしようと思ったら、テレスのが出てくるんだ。それしかない。隠れみたいので。それしかない。おお、それってすごいね。いや、そんなのザラだで、それ。ああ、そう。多分なかったと思うよ。それがまた、あれなんですよ。辛かったの。あ、でもさ、Google で検索するのと、Twitter で検索するああ、のなんかそっかちょっと今 Twitter 上でしか、やってみない X 上でしか出てないのとかあるよね。たまに。私もよく作例検索するけど。まあ、とにかく、まあ、でもこれ結構ね、あるあるだと思うよ、でもさ、海外の経験検索で思い出したんだけどさ、インスタのさ、検索ってさ、出てこないよね。何なの？いやちょっとよくわからない。あんまインスタ触らないし。外国の方がさ、うん。の方が塗ってるであろうものとかってあるじゃない。うん。やっぱパソコンで調べてるから出てこないのかな。それあれじゃない？例えば、なんていうのかな、調べたいモデルがさ、なんていうの途中でスペース入れなきゃならないのにさ、とかさ、じゃないの？いや、スペース入れたら検索できないもん。あ、そうか。まあいいか。で、まあそういう理由もあって、この武器を塗るのが結局見本がなくてさ、世の中にある見本はその公式のイラストのみなのよ。カンカンの絵ってことよね。そう。色も一緒にしたの？したらカンカンの絵にしたの？色は、まあ青メインなのは元のイラストと同じなんだけど、あとは描いてる。自分の好きなように。ああ、そうなんだ。なかなか字を書かない。なかなか字を書かない。でもだいぶ当たり前だけど、相当良くなってきたね。なんかさ、喋んないと仲悪いみたいじゃない？今ね、無言でひまわりさんがマイクを俺に突きつけてくる。これ多分最終ハイライトかな。ホットピンク。ギラッとしてきましたね。一番最後のハイライトを入れるとさ、急に様子が変わるよね。変わる。印象？ああ。その最後のビシッとなる。すんごい締まるよね。なんかなんかもう、入れる入れないで。それがさ、どこが最終かっていう話もはい。そのさ、ビシッて締まるもんだからさ、なんか調子こいてさ、なんかどんどん入れちゃってさ、あれなんか全体的に白くなったぞってならない？それはない。あ、そう。最終のハイライト入れすぎたって。ほとんどがさ、テレスドにさ、もう一段階やってみなって言われるじゃん。で、もうほんと点のように置くぐらいしかしないからならない。私はね。よくやるんだわ。テレスドは自分の中で分かってるからさ、やってっちゃうんでしょ、どんどん。もっとやった方がいい。もっとやった方がいい。結果、良くないことになってんだけど。でも、
別にそんな失敗してるいやなー。それだからその後修正してんの。ああ、入れちゃった後にね。うんああ、その白くなっちゃったとか知らんもんね。うんあれ今日文字入れで終わりだよね、確か。だと思うけどな。このあ今白い刃刃のところうんそれやってないんじゃない？は何エアブラシ普通に塗ったエアブラシプラス筆。あ、次あれ文字だ。あ、文字。いきなり文字やってるこっからです文字っす。あれこれね、うん。ほんと文字入れる前にうん。鉛筆で下書きしたんだわ。それが全く見えないね。録画に撮ったそれ。撮ったような気したんだけど、撮ってないんだね。あれじゃないスマホがタイムアウトしたから動画中盤ああ、そうなのかな。バラバラになってもしかしたらよどうだろまあ、いいや。別にね口で言えうばいいや。わかる今のテレソンがパソコンにそうそう、スマホで録画した画像をいつもパソコンに落とすUSB でつないで移動させるんだけど、たまにねしばらく経つとセマホがタイムアウトしましたって出てなかったことにされるんだよね。セマホって何ででそれによってなんか順番がなんかね変なんだよねだったりして、で私もそんな度外視してただやってるからセマホっていうのがね、そうスマホセマートフォンかな意味わかんないんだよ意味ねわかんない。まあそんなこんなで、だからあれしたらまあいいや、別に口で説明するわ。そううんまあいや普通にのかなと普通に鉛筆で書きましたっていう、ただそれだけです。下書きが一応下あるんだこれそうなの。見えない見えないけど鉛筆で、さすがになんていうの一回塗りちゃなんていうあのあできないわ。なんではないよって話、うん一筆塗りなんだっけなんちゃそれ違う、まあまあそれはいいや。これさうん。そのイラストにも書いてあった文字なのそれともいや書いてない。勝手に漢字書こうっつって。思ったのしかもなんでこの文字を選んだの、ああこれがね、そうここにメモあんだったよ。あ武器に漢字を書いてみる。これ滅って書いてるね。順番出ました。鉛筆の下書きです。これセマホのせいですセマホのせいだねこれ。これにのっとって順番をひどすぎひどいねこの順番ね。まあいいよ。最初に鉛筆で下書きをしてみると思いのほかうまくできてびっくりしたんだこれ自分で。私字下手なんです。そうねちゃんと力入れてきなさいよっていうぐらい力のないふにゃふにゃしてんだよね。っていうね、だけど書いてるうちにねゲシュタルト崩壊を起こして、そう私に聞いたそうこれあれ滅ってこんな字だっけっていうかこれ読めるっつってね言ってきてたね、読めたからよしってなったね。でその後ね赤を薄めて何回かなぞって形にしていく、ね、一発でしょだったんじゃないさっきの。そうだねそうだね薄めて何回か、なぞって形にしていく、ね、本当はね漢字でこれ滅って書いてるでしょ、で英語でねデストロイって書こうと思ったんだわ。この滅の下あたり。うわそれはちょっとさすがに難しいよね。そうただこれ以上小さい字を書けないと断念するって書いてあるな。いやまあ書こうと思えばまあこれ要するにさ海外の人滅って見てもさわかんないじゃん。なんて書いてんのって、確かに。でこの滅っていうのもいろいろね候補あったんだよ。滅却とかさあと死とかさなんで滅にしたんだっけ。まずね書いてたかな。いや違うなこれ漢字から入ったんじゃないの。どっちかというと英語から入ったんだこれ。そのデストロイってやつ。デストロイとか、なんかそういう意味合いの漢字入れようかなと思って。いきなりデストロイって言葉が頭に浮かんだってこと。まあそうだこの死神っぽいキャラだった、死神っぽいキャラだったからなんかそういうなんかね滅ぼす系の。それこそさ死でもいいよね。
ですみたいな。そうただね、あんま死ってあんま良くないかなと思って。ああ、まあそうね。ああ、まあそうね。本当はね、ここはちょっと分かんない話するよ。私のうん。ファイナルファイトのソドムの T シャツに書いてある死っていう、間違ってんだけどね、間違ってる感じの死っていうのも考えたんだけど、まあちょっとキャラにそぐわないかなってことでやめた。終わったよ、分かんない話。グミ食べようかと思った。終わっちゃった。ウルトラマンステータスグミ。で、滅却とか C とかね。あ、ちょっと忘れちゃったな。で、英語もデストロイとかね。あとね、オールバニッシュとかね。ディープラーニングってあるでしょ。翻訳のやつ。それにいろんな言葉入れて、なんかディープラーニングって何？ディープルって呼ばれてるやつ。翻訳のやつ。ああ、じゃなくて、その前になんか言ってなかったっけ？いや、言ってない。いろいろ漢字入れたりして、最終的にこの漢字になったな。で、これ普通にネットで、書道とかで調べて、で、もっと崩した書体とかあるんだけど、なんて書いてあるかわかんねえなってなって、結局普通の感じ。なので、これ、もっとね、なんつうの、ダイナミックにさ、ここからはみ出しそうなぐらいの方がかっこよかったかなと思っちゃったことあるのね。そうだね。なんか結構出来上がってみたら、まあ、丁寧には書いてあるけど平凡だなっていう感じ。だったと。なるほど。これさ、なんていうの？この赤だけでさ、影つけた色やったりとかしてないよね、確かに。ただこの赤、今赤でしょ。この後だんだん明るくしていく。じゃあ必然的に影になる。また調べるとさ、なんか、なんていうのかな。オリジナル書体みたいなのがさ、無尽蔵に出てくるんだよね。書くので思い出したんだけどさ、あれ、ゾンビコちゃんだっけ？なんだっけ？あるじゃん。ガレージキットの。なんでそれ？女の子とさ、ウサギの半分耳がちぎれたウサギの子がさ、T シャツこうやってビーンって広げてるだけのガレージキットあるの。そこに私知りません。ゾンビコちゃんだったような気がする名前。ちょっと正式名詞でちょっとごめんなさい、今わかんないけど、ビーンってこうやって T シャツ伸ばしてて、ここにみんな好きな絵とかなんか描いてたりとか。たまにあるよね。T シャツ系。すごいなと思う、本当発想力とか、発想力もそうだし、その描いてる絵もさ、みんな上手でさ、を思い出したってだけ。知らない人タイムラインに乗ってきてない？知らない。そっか。違うみたいだね。それで検索しても出てきません。これじゃないさ。ゾンコちゃん。ゾンコちゃん。ゾンコちゃんか。知ってる？ゾンコちゃん。知らないし、T シャツピッて広げてないじゃないか。いや、これじゃなくて、これじゃないやつ。モデル。ゾンコちゃん。それはまあ各自調べてもらって、ただゾンコちゃんっていう瓦礫だね。そうそう。まあ後で、急にあれなんだ。そうこう言ってるうちに出来上がる。やばい、時間がもう10秒だ。もう時間ないぞ。これ次で終わり？まだわかんない。わかんない。そっか。じゃあもう少しお付き合いください。プレストンでした。いやでした。またね。